全長約160キロの我が国最長の村である鹿児島県十島村は、7つの有人島、5つの無人島からなるトカラ列島そのものです。今回はトカラの有人7島の中からちょうど真ん中にあたる平島を訪れます。私は今鹿児島港にいます。目の前にあるこの船はですね、フェリート島2、これからトカラ列島に渡ります。トカラ列島平島に着きました。まずはこの景色を見てください。ドーン、これが平島ね。はい。鹿児島港をですね、昨夜の11時、23時に出ましてね、この平島に着いたのが8時半かな。8時何分というところでございます。はい。非常にいい天気。先週の後半に台風10号がね、直撃してるんですけれどもね、一夜どうなるかと思いましたけれども、無事に渡ることができました。いやー、綺麗です。この海見てよ。真っ青だよ。コバルトブルーってこういうこと言うんだよね。トカラ列島十島村、7つの島からできております。7つの有人島ですね。
北から行きますと、口之島、中之島、諏訪之瀬島、そしてこの平島、さらに南に行くと悪石島、小宝島、宝島という具合になっています。昔はね、小宝島は7つのうちの1つに数えられてなくて、ガジャ島っていうのがね、数えられておりました。今、ガジャ島は無人島になってますので、その代わり小宝島が、立派な有人島に格上げしたといいますかね、そういう形になって7つの島でできているということになります。で、これ今北を向いておりますね。九州本土の方を向いております。島影が見えますが、こちらがですね、中之島ですね。で、その中之島の左側に薄く見えているのが口之島。で、諏訪之瀬島はこの、防潮堤の向こう側に隠れています。そして、こっちの方に目をやりますとね、そそり立った島がありますけど、あれがね、ガジャ島です。で、この港は東の浜というんですけれどもね、普段はね、こっちの港を使ってないようです。南の浜という港を使ってるそうなんですけれども、先週の台風10号で、壊れちゃったらしくてね、一部。それで、今日は穏やかな日なんですけれどもね、フェリーはこの東の浜に着きました。待合所はこの簡単なボックスです。どこの島もみんなこんな感じですけどね。これね、いきなり来て船に乗りたいと言っても乗れないんですよ。切符がここでは売っておりません。切符は集落の、公共の施設ですね。コミュニティセンターとか、村の施設。そこで売ってますのでね。今午前9時なんですけど、切符を売る時間が午後の1時から4時の間ということですので、そこで買わなければなりません。いきなり船乗っても、そこで払えばいいですけどね。この東の浜なんですが、黒潮の潮止まりになってるらしくてですね、いろんなものが流れ着いてくるそうです。このようにゴミが流れ着いてますけどね。中国語ですね。色とりどりだ。先週の台風10号で打ち上げられたものもあるのかもしれませんね。この先にですね、大穴という潮だまりがあるんだな。そして平家の穴っつうのがあるらしいです。平島にもですね、平家の落ちうど伝説があるんです。こんなとこまで来るわけないんですけどね、伝説ですからね。だからね、平島っていうのかもしれません。全然地形的には平らじゃないですからね。平家の落ちうどが都からの追っ手を監視するために作った穴というふうに言われているそうです。やっぱり石は火山性ですね。これが大穴。まずここは潮だまりになっていて、溶岩性の火山性のね、ブツブツした岩が、大きい岩が転がってますけどね。はい。その奥、ここだ。これがそうでしょう、平家の穴。これだ、これだ。いやー、やばかった。今ね、熱中症になりかけました。牛がいるぞ。勇者だ。ここが集落に一番近い港ですから本港ですね。どこにフェリー着くのかね。あっちの取っ手に着くのかな。先ほどもね説明しましたように、先週の台風10号でどっか壊れたらしいんですよね。これが待合所ですね。こんにちは。こっちの港がこの間の台風で壊れちゃったって聞いたんですけど、どっか壊れたんですか？ちょっと私いなかったもんで。あ、そうなんですか。はい
船に登るほら。あ、はいはいはい。トラップ？あ、はい、トラップですか。うん。船に乗るトラップが壊れちゃったみたいですよ。うん、そこにあるのは生コン工場でしょうね。西間村にもありましたよね。今日は穏やかです。あちらの船も丘の上に上げてますけどね。この辺りの漁船も丘の上に上げてますね。そうしないと大変なことになっちゃうもんね。上げてます。すげえ。すごいガジュマルがある、あそこに。こんなね、山の中入ると、ハブがいるんじゃないのと。ね、ちょっとビビっちゃうんですが、トカラ列島はですね、宝島と小宝島にはいますけどね、それ以外の五島にはいないそうです。安心安心。これだ。確かにすごいわ、これ。ランチです。トカラ列島の島はですね、食堂とかないので、民宿で3食出ます。今日は朝着いて、昼いただいて、夜、それから明日の朝ですね、この3食いただきます。平島の集落にやってきました。フェリーが着いたのが、この東の浜という港ですね。南の浜が、普段の本港なんですけど、で先ほどここからですね、大穴、平家の穴のところに行って帰ってきましたね。でこれから、島の西側の斜面にあります平島集落をですね、歩きます。土地の高いところから歩いていきましょう。まず、下見板張りの出ました。ルーフィング屋根ですね。はい。シート防水をそのまま吹いていると。本来この上に屋根材が、仕上げ材があるんでしょうけれども、もうそれをやらないで、防水だけで仕上げているということなんでしょう。これが、トカラ列島の北部で共通して見られる仕様。こちらの屋根は現代的なスレートですけどね。トカラ列島ですね、先ほど説明しましたように、北から行くと口之島、それから一番南が宝島という7つの島なんですけれども、北の5つの島ですね、口之島、中之島、末之瀬島、平島、悪石島。この5つの島は、どちらかというと北側、鹿児島寄りの性格というか親和性が高いと。南の2つの島、宝島と小宝島は、奄美大島に近いというふうに言われています。家の形も見ていくと、北の5つは、ルーフィング屋根ですね。で、南の2つを行くと、この金属屋根っていうのが目立ちます。金属屋根っていうのは、奄美大島とか、そっちの方の島行くとですね、結構あるんですね。多分業者がね、奄美大島から来るんだと思います。で、北側の5つはですね、鹿児島の方から業者が来るので、ルーフィング屋根になっていると。そういうことなんじゃないかなと思うんですけどね。さあ、小島村の、コミュニティセンター、平島コミュニティセンター来ました。ここで切符を買います。郵便局もあって、切符販売所。あ、これがそうか。赤ひげ温泉っていうのはここにあるんだ。川木道の午後5時から9時までだって、今日やってるということですね。入りましょう。このね、道しるべ道標面白いでしょ。左発電所、右集落。集落っていうのも面白いですよね。ちょっと発電所行ってみようか。命の電気から集落に配られてるわけです。
この平島なんですけど、トカラ列島のど真ん中ですね。上から数えても4つ目、下から数えても4つ目ということで、かつてはね、お米も作ってたそうですよ。自給自足の島ということで、食料は島の中で作られていたということらしいですが、港から集落の方に送迎してもらったんですけどね、その時に一緒に乗ったおばあちゃん、お話ししてたら、私が若い頃はお米作ってましたよっておっしゃってましたね。今もう田んぼありません。多分この辺はね、田んぼの後でしょ、これ。ね。田んぼの後にも竹が生えまくっております。先ほど港から送迎一緒に乗ってきたおばあちゃんの家。古そうに見えますけど、50年、60年ですよって言ってましたね。やはり、ルーフィング屋根ですね。そしてこちらも下に板張りのルーフィング屋根。ここに田んぼが広がってたんでしょうね。棚田があったらしいですからね。そこにも竹が生えてきちゃうんだね、家の中も生えてきますって言ったら、やっぱり、床を突き破ってね、生えてくる場合があるそうです。たまりませんな。なんか抜け道があるぞ。ちょっと行ってみようか。こっちに抜けるだけか。はいはい。竹山建設平島事業所だって。地元の建設会社か。民宿だ。平島の盆踊りは宮尋常と呼ばれ、先祖代々古くから伝わります。旧暦の7月7日から16日までの10日間続けられ、宮鶴城という41番まである歌に合わせて踊ります。こういう感じ。最後の3日間は小踊りを踊ります。その踊りは寺を出発し、神社、民家3軒、最後に大庭の合計6カ所を踊り歩きます。なんとなく集落の中心って感じだな、これ。ねえ。火事の時に鳴らす鐘もある。ちょっと、なんかいるぞ。なんかいるぞ。ヤギだ。ヤギさんだぞ。こんにちは。どうすか？元気ですか？ほいほい。ルーフィングやね。すごいね。これはこれで綺麗だけどね。修理がしやすいですね。丸石の石垣、海岸で採れたゴロタ石ですね。豊島村立平島学園、三島村にもなんとか学園ってありましたよね。小中学校ですね。島外からの留学生も受け入れているようです。右側が平島小中学校僻地集会室だって。今日は平日だからやってっかな。怒られちゃうから入っていくと。
健康自主、明朗根性。根性っていうのはいいな。うん。なんかいい感じの校舎だな。黒いルーフィング屋根。こっちは緑のルーフィング屋根。黒いルーフィング屋根。赤いルーフィング屋根。特に色へのこだわりはありません。ああ。南国って感じ。お、河原が初めて出てきた。ゲアルーフィング屋根。立派な家ですよ。うん。ほいほいほい。そんで、左が集落で、右にも道がある。多分ね、前の浜港っていう古い港があるところに降りてくんじゃないかな。おそらく。ね、石垣が古いぞ。こっから先は行けない。廃道になってます。行けなかねえけど行く気は起きませんね。お、鳥居みたいなのが出てきた。神社かな。あ、神社だ。平島神社。まあ、山の中、海の上、僻地に行けば平家の落人伝説ありということですが、ちょっと変わった作りですね。神社の前には、糸島村立平島僻地診療所があります。今日は先生がいらっしゃってると言ってましたね。ポツンと一軒家ならぬ、ポツンと、島里でございますけれどもね。寂しい、誰も歩いていないみたいなイメージがあるかもしれませんけど、全然違います。いっぱい人歩いてますし、小中学校から子供もね、わーっとさっき出てきました。なんかね、新しい歴史が刻まれようとしてんじゃないかな。そんな気がしますよ。赤ひげ温泉。赤ひげ温泉。日が沈んできました。宇奈坂の村を歩くトカラ列島平島いかがだったでしょうか。まあやっぱりね、ここはね、スローライフをね送るには最高の場所です。週に2便しかない船、しかも夜行、しかもしょっちゅう欠航する。嫌でもね、ゆっくりこう生活をしていくしかない。そういう方はですね、ぜひこのトカラ列島に来てみてはいかがでしょうか。暮らしてみてはいかがでしょうか。それでは次回、二つ隣の中之島でお会いしましょう。最後は空撮です。さようなら。All of the things that I wish I could tell you, every time when you passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head, it's just you and I don't know why I feel this way.
wish you were mine. 'Cause every time you pass me by, I fall in love, I fall in love. All of the things that I wish I could tell you, every time when you passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. Ooh, there's something about you, I wish you were mine.